始まりましたコナモンビーツ。はい、今回も MC を務めさせていただきます声優の南條佳乃です。よろしくお願いします。さあ今回も、コナモンビーツ一緒に盛り上げてくださるのはこちらのお二方。はい、主に作曲を手掛けさせていただいておりますセッキーこと関戸剛です。よろしくお願いします。お願いします。スクエアエニックスの大阪サウンド部でサウンドディレクターをさせてもらってます宮野こと宮永秀則です。今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけでね、この番組は、スクエアエニックスサウンド部大阪から音に関する情報を YouTube でお届けする音検証バラエティ番組となっております。前回はですね初心に帰りまして、セッキーと宮野が一体何者なのかという今回もねお衣装だけ見ると陶芸家さんと、そうですねカフェコナモンカフェカフェそうですねこんな感じではい相変わらず書いてますけどはい、そうですね。今日ももう始まった途端びしゃびしゃになっております、でもお便りプリーズなんでお便りプリーズでございます。いつでもお待ちしております。はい、お待ちしておりますね。こんなお衣装を着てくださっているお二人なんですけども、音屋さんなんだよということはね、前回は振り返ってそうだったということをね尊敬しますという回だったんでございますが、今回はですねお気づきの通りシャープ1でも、お邪魔しましたスクエニ内、こちらは東京でございますけれどもにあるスタジオからお届けしようと思っております。前回お便りビーツでいただいたコナモンネーム彩りボール Z さんのメールで、コナモン料理に音をつけてほしいという依頼のメールがねありましたね。セッキーがギターで音をつけて、宮野はシンセでつけて、じゃあ私は声でやるよなんていう話をねしたんですけども、今回はそんなことをやっていきたいなと思っております。それではセッキー題しましてお願いします。はい、コナモンホーリー大作戦大作戦OK 出てますよ。OK 出てます。やったというわけでですね、前回もちらっと出たんですけど、フォーリーホーリーじゃなくてね、私がぶっ放ってるのはホーリーですけど、そっちじゃなくてフォーリーの説明を今日見てる方もね知らないよという方いるかもしれませんので、人の名前なんですよね。フォーリーさん、そうなんですよ。ジャック・フォーリーさんという方らしいですね。ジャック・フォーリーさんの名前を取ってフォーリー、ね、一体どんなものかなんですけど、はい、映像とかをね、流しながらそれに合わせて実際演技をするんですよ。でその時に演技している時に出る音を録音して、それで効果音をつけていくっていうやり方がなるほどフォーリーですね。無音の映像に、そうですそうです。骨が折れるところだったらセロリを割ったりとかそういうことですか。そうまさにまさに、あれ楽しそうだと思っているんですけど、私は今日はセロリとかじゃなくて、声を使って、挑戦してみたいなと思っています。まずはセッキーが作ってきてくれたんですよね。はい、そうです。ギターで効果音を作って当ててみましたということですね。はい。はい、焼きそば。これギターで？これはギターで当てております。本物じゃんこれ。ちゃんとこうやった時になんか。これはただ映像撮っただけでしょ。ね、騙そうとしてますね。担ごうとしてますね。本当は。こんなカッサッサって。はい、これはもう3日3晩かかりました。焼くのに、焼きそば焼くのに。水分すべて飛んじゃいますよ。めちゃくちゃ美味しそうな、普通に焼きそば作ってる VTR に見えましたけども。それで今日はですね、せっかくなので、種明かしというわけじゃないんですが、その取った音をかなり加工してます今回は。それで加工前の音から徐々に加工増やして最終的に今鳴ってた音に近づけるっていうことをやってみたいと思います。なるほど。加工を外してってくれるってことですか。加工は一旦外します。どうなんですかね。本当にギターなんですか。外しても音だったら撮影しただけって感じになっちゃいます。これですね、ちょっとこれちっちゃいのかな。こういう音なんですよ。鳴ってますね。ホラーな感じが。ね。
オレンジのトラック、紫のトラック、緑のトラックあるんですけど、主張が激しいこですね。れが今うにゃーって言ってるレフランしか出てこないけど、音ですね。何回も重ねてるってことですよね、これ。そうですそうです。素晴らしいです。素晴らしいです。これは6回重ねてます。やっぱ1本だけだと10、10っていう感じは出ないってことですか？そうですね。どうしても平面的になるので、立体的に聴かせるような意味で、今の音は、実はこのギターの今のうにゃっていうのはこうしてます。このピックでピッキングスクラッチっていうんですけどね、こういうふうになんかピッキングスクラッチでこう普通やるんですけど、これをこうゆっくりゆっくり動かして、こんな不気味な音出るんですね。こういう音で、これが10、10の音で、もう一つカサカサっていう音はこういう音。タップした時のちょっと爪でちょんちょんちょんって、こうやってるっぽい感じの。それを加工するとサッサってなるってことですか？それはセッキーの中にもう引き出しとしてもともとあったのか、やりながらこれだなってやってったのか。半分引き出しに入ってました。ちょっとペランって出てた感じですね。はみ出しまい忘れてた感じの。こういう音が出るのかっていうのはあったんですけど、で今のやつはエフェクターを6個入れてます。6個入れたトラックを6トラック同時に鳴らしてるんですけど、でその変化の度合いをちょっと聞いていただこうと思います。こういうスの音ですね。とても焼きそば焼いてる音には聞こえないですね、今のところ。でここに異世界に。これはそのディストーションっていう歪ませるエフェクターを今入れたんですね。でその後にもう一つオーバードライブっていう、これも歪ませるエフェクターを入れます。よりゴーって歪んでます。でゴーって言い過ぎなので、真ん中の音を全部カットするためにこのビットクラッシャーというエフェクターがあって、これを入れます。でこうなんかジュージュー言い始めた。白っぽく白っぽくホワイトノイズっぽくなります。で真ん中に音が膨らみすぎなので、それをカットするためにイコライザーというこういうものを、こんなにすげえシャーシャーな、こういうものを入れます。まだ選ばれました。でこれでもまだちょっと真ん中が膨らみすぎなので、もう一つイコライザーを入れます。もう一丁。でシュワシュワのとこだけを残して、あとは全部カットするということですね。この返す時のシャイシャイは？これはですね、このようにボリュームのフェーダーを書いてます。じゃあおしまいでそうやったんじゃなくて、後から。そうですそうです。削った後にフェーダーでこうついて、音量の上げ下げをしたってことですね。ここを見るとフェーダーがピコピコ動いてます。エラーもピコピコ。すごいすごい。こんな感じで。そんな。という感じになります。すごい。すごい。あれで焼いてる音にしか聞こえない。よかったです。こんなことができるんですね。ただ基本的にそのホーリーはですね、こういうギターを使ってやるものではないので、今回はちょっと特殊な例です。でね、ここで少しちょっと引っ張らせてもらうんですけど、フォーリーっていうとね、音のことが多いんですけど、今うちの会社では、うちのサウンドでは振動フォーリーっていうのに力を入れてまして、そう何者かというとこれなんですよ。これゲームのコントローラー。見慣れたコントローラーですね。でしょ。ゲームのコントローラーがブルブルするじゃないですか。しますね。そう、あれのブルブルをサウンド屋が設定していってるんですよ。へえ、ブルブルまでやるんですか。そうそうそう。なんでかっていうと音って空気の振動なんですね。なんで空気を震わせるか、これを震わせるかの違いだけで、なるほど。その音の知識とかいろんなものが応用できるんですよ。なんでゲームプレイヤーさんに音と振動セットでよりこう没入感を楽しんでもらうということを今一生懸命やってて。なるほど。そうなんですよ。どんなものか
いいですか？体験してみたくないですか？はい。ちょっとじゃあ技術デモちょっとやっちゃいますよ。技術でも。技術デモこれね、はい机に置いときますけど、はい。これでこれを振動させます。はい。でね、ちょっとどんなことになるかうん耳を澄ましていてください。はい。いきますよ。ブンブンになってますね。音が、音階が。そう。え、これはどっから鳴ってるんですか？これは別にスピーカーから出してないんですよ。え、これがね、うん、その例えばうん、ラだったらうん。 440Hz って言って、は1秒間に440回震えるからラの音に聞こえるんですけど、うん、そういう感じで実際にうん。ラって鳴らしたら、うんこれが440回1秒間に震えてるんですよ。へえ、じゃあ今触ってたらブルブルしてたってことですか？あ、そうそう、ちょっと触ってみてください。あ、本当だ。んあ、ブルブルもこんなに種類があるんですね。そう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 。このドレミファソラシドでブルブルさしてて、で机にすごい。置いてて、この机でこのブルブルが音になって聞こえてるんですすごい。そう。知らなかった。面白い。この振動フォーリー、セデックっていうゲーム業界向けのカンファレンスがあるんですけどね、うんそこで弊社のサウンドの山本が講演をしまして、うんでその記事とかがネットに上がってると思うんで、よろしければぜひご覧になってください。なるほど。はい。はい、というわけで今振動フォーリーをね、実際に体験させてもらいましたが、じゃあ、セッキーはギターでね作ってきてくれましたけども、ミヤヌはシンセで。はい。なんか気づいちゃいました。何がですか？僕そういえばね、忘れてましたか？いや宿題忘れる口ですいや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 夏休みにね、はい。終わりに間際にならないとやらないタイプあ、もうでも終わっちゃってね。終わっちゃってますね。2学期始まった感じになってますけどね。僕ね、これね、確か前回ね、いやシンセは一番やりやすいと思いますよって言ってました。大口として言ってましたよね。いろいろやれますからねって言ってましたね。それがですね、彩りボール Z さん、誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございません。ちょっとその後仕事で忙殺されてしまって全然いなかったんですよ。なるほど。忘れてた。忘れてはないです。あ、忘れてはなかった。忘れてじゃあはないです本当にもう苦しみながらねそう、です。お仕事が忙しかったということで、じゃあ今日はそう。ない。今日はないです。今日はない。次回あ必ず本当に？次回必ず。じゃあ楽しみにしています。それはちょっとさっきからね、後ろ髪引かれる思いでずっと聞いてたんです。やれなかったなみたいなね。全部丸投げしまあました。そんなこともありますって。じゃあ私の声でそうです。やるやつ。はい。もう私そんなジャーとかできないので、もう私はジャーとか見えたものをそのまま言う形で。でも前代未聞じゃないですか。声で焼きそばお好み焼きっていうね、なかなか。どうなんでしょうね。私は真面目にやるつもりないんですけど宣言しましたね。一回でもじゃあ、今日私がやる動画を見てみましょうかね。はい、じゃあお願いします。おー、入れまして、はいはい。あ、もうほうかほうか焼き上がったものがこちらでございます。急にやってましたね。ひっくり返すのがポイントだ。ヘラも結構鉄板に当たってますね。そうですよね。ああ、いいですね。じわじわもしてます。タレがね、はい鉄板にああ、美味しそう。マヨをかける。マヨをかけると難しいですね。完成。これお腹かける音はなかったですね。確かにかけワープしましたね。美味しいの絵になってましたね。なるほど、これにやっていくと。そうです。結構いろんなヒントが映像からでもわかる感じがしましたけど。要素がいっぱいありましたね。そうですね。やりつつ、今日は2人がディレクションしてくれるということなので、これも入れたらあれも入れたらみたいなのもやりつつ、そうですね。はいちょっとやってみましょうか。挑戦してみましょうか。はい。はい、それじゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、なんちゃんにはいつもスクエアエニックスのゲームの音声をなんちゃんにいつも喋って撮らせてもらっているところでのレコーディングとなります。ということで、じゃあ声でフォーリーやっていってみましょう。どんなことになるのか。お願いします。はい、お願いします。ではまずは種を混ぜる音。種、鉄板の上行ったらどうなんだろう。一回見てみましょう。やってみましょう。はい、ではお願いします。みっちゃシャー、めちゃくちゃ
もう焼けてる。ちょっと待って。いやいやいや。早かったな。焼けるとこどうしようとか思ってたらもう焼きました。いやでもそうきたかですね。なるほど。私的には効果音の文字が入るみたいなイメージでいます。あれですね、オノマトペ的なやつですね。めっちゃいいじゃないですか。そっか、その発想なかった。じゃあ焼き上がりの前までのカットまでをやっつけていった方がいいですかね。そうですね。ニッチャのところをもうニッチャそうですね。何テイクか行ってみましょうか。そうですね。はい。じゃあテイク2お願いします。はい。ニッチャめっちゃいいな。おお、すごいですね。めちゃくちゃいいですね。全員キャラクター化していきましょう。ああ、なるほど。じゃあ木べらいきます。木べら、はい。じゃあ。コン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 。じゃあ。後ろで流れてる BGM みたいになります。ガヤも入れましょう。ガヤ。うわー、すごい。やばい、美味しそう。おお、だよ。美味しそう。楽しみだね。終わんねえみたいな。はい、じゃあこれにて、はい、オールオッケーでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、というわけでスタジオに帰ってきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。すごい。疲れた。ね、普通に普段やらないことを。いやでもなんかこう SE 部分にアドリブでなんかお願いしますとかは思ったりするんですけど、やっぱそれも結構アニメ的な表現がやっぱ私は多いので、今回もそんな感じだったとは思うんですけど、いかがでしたか？いやでもね、すごかったです、マジで。パーツにちゃんと音を分けて、これやったら何が鳴ってるかなっていうのを分析してつけていってはったんで、ID カード渡して来週からうちのサウンドデザイナーにやれますか？いいですか？そんな怒られちゃいますよみんなプロの方に。というわけで、ちょっとねふざけた感じで今回私はやらせてもらったので、キャラ化してます。今からこれを聞くのかどうかちょっと恐怖なところではあるんんですけど。聞いちゃいましょうか。聞きます？聞いちゃいましょうか。何も加工してない状態の、取ったままのふざけた感じの、じゃあ鉄板とかやばかったですよね。鉄板ちゃんね。ってなんかもう拷問みたいになっててかわいそうだなって思っちゃったんですけど、じゃあ聞いてみますか。聞いてみましょうか。恐ろしいですけど。それでは聞いてみましょうか。はい、じゃあプレイバックお願いします。お願いします。やばい。来たよ。楽しみだね。最近全然うまくいってなくてさ。わかる。そうなんだ。待って、もうすぐできそうだから切るわ。マヨネーズおかけしていいですか？はい、またね。でね。これをどう料理していくかですね。これでも音のバランス変えるだけでだいぶ面白くまとまりそうな気がしましたけどね。でもここから加工して本物にしてくださるっていう。本物にするんでしたっけこれ。ジャーとかがね邪魔しそうな感じがしますけど。これは本物にちょっとどういうことができるのかだんだん分からなくなってきましたよ。どういうプランですか？2つあっていいかもしれないですね。リアル真面目バージョンとちょっと可愛くデフォルメされてる。なるほど、確かに楽しみですね。キャラ化されてるのがあまりに完成されすぎてね、ちょっとなんかだいぶカオスでしたけどもね。BGM とかはね、有線でその場所で流れてるような響きにしたりとか、なんかそんな感じにとかね。そうですね。いやここからいろいろちょっと魔法をかけていただいて、よろしくお願いいたします。
というわけで、はい加工などの調整はですね、細やかにしていただいて、完成品は次回皆さんと一緒に見れたらいいなと思っておりますので、楽しみにしていましょう。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。以上粉もんフォーリー大作戦でした。パチパチパチ。粉もんビーツ。それでは恒例のコーナー行ってみましょう。お便りビーツ。はい、今回もお便りいただいてますのでご紹介していきたいと思います。粉もんネームウィンターメロディーさん、ありがとうございます。なんちゃん、セッキー、ミヤーヌ、こんにちは。こんにちは。このメールが読まれる頃はきっと冬だと思います。日本の冬というとクリスマスからお正月にかけてイベントごとに音楽が変わっていく季節ですね。そこで皆さんに質問なのですが、冬の音楽の特徴ってどんなところなのでしょうか。なんちゃんは冬がテーマのアルバムを出されていますよね。季節感を出すために工夫したことはありますか。またゲームの音楽、効果音で冬ならではの楽器や小道具がありましたらぜひ聞きたいですということです。ね、アルバムとかだとやっぱ冬コンセプトだと分かりやすくちょっとクリスマスっぽいものを入れたりとか、あとはシャンシャンシャンってこうベルとか鈴の音を入れてみたりとか、ちょっとこうなんていうんですかね、冷ための音というかっていうので表現しやすかったのかななんていうふうには思うんですけど、いかがですか。なんか氷のエリアとかステージとかというような捉え方であると、金物といいますか、ちょっと減衰の早い尖った音色とかがハープとかも合うかもしれないですね。チェレスタとかビブラフォンとかね、そんなもいいかもしれないですね。そう、僕の方ね、12月1日に発売されるドラゴンクエストモンスターズ3っていうのがあって、それでサウンドディレクションしたんですけども、このゲーム四季の要素があるんですよ。春夏秋冬ね。で冬になるとフィールドが雪化粧するんですよ。いいですね。その時はそれまでは音楽鳴ってるんですけど、冬は音楽を止めて環境音だけにするっていうことをすごくいいしてると。でなんでかっていうと冬ってね、雪が降り積もったらよくしんしんとって言いますけど、やっぱ雪が音を吸ってちょっと物静かな雰囲気になる。だからあえて音楽を逆に鳴らさないっていう、面白い。そんな演出をしてたりとかするので。じゃあ音を鳴らすだけじゃなくて、あえて鳴らさないということでも冬はそうですね、表現できるってことなんですね。なるほど、ということです。ありがとうございます。続きまして粉もんネームミスターワッキーさん、ありがとうございます。なんちゃん、こんにちは。セッキー、ミヤーヌ、お疲れ様です。なんで言い分けたんだろうな。お疲れ様です。毎回配信を楽しみにしております。スタッフさんとお三方に質問です。番組が立ち上がったきっかけとこの企画、音に関する番組の話を聞いた時の感想をそれぞれお聞かせください。なんちゃんから見たセッキー&ミヤーヌの第一印象、セッキー&ミヤーヌから見たなんちゃんの第一印象を教えてください。その後収録回数を重ねてお互いの印象は変わりましたか。オケシリーズではオケハープとかどうでしょうか。以上です。すげえたくさん言ってくれる。今後のお三方の掛け合いや配信を楽しみにしておりますということで、ミスターワッキーさん、ありがとうございます。とてもたくさんいろんなこと書いてくださいましたけどもね。はい、じゃあまずこの番組が立ち上がったきっかけとかご存知ですか。きっかけは仕掛け人セッキー。仕掛け人になったんですか。そうですよ。あれもともとはね、あれですよね。そう深夜ラジオみたいなもうアバターを作ってもうトークだけで持たせるような。じゃあ自分が出ることになるのは想定外だ。してなかったですね。まさかこういう衣装まであるとはなかったですね。でそういうのをやりたいなっていうことを宮野と話をしてて、やるなら大々的にやろうぜみたいな感じになってしまったなりましたという。自分も出ることになってしまった。それが多分。なるほど。第一印象どうですか。当たり前や失礼なって言われるかもしれないですけど、まずやっぱ声がさすがいい声やな。
いやいや、そうなんですありがとうございます。そうなんですけどっていうのと、声量がやっぱ安定されてるので、音量調整しやすそう。すごい仕事の音量調整しやすそう。なるほど。これやっぱねバラバラやとちょっとそれも大変なんですけど、すっごい安定されてるんで、これは MA 楽だわって。それはすごいなんか嬉しいですね。もうそれすごい思いました。ありがとうございます。関は僕はそうですね、もう宮野とほぼ似てるんですけど、さしすせのこの発声のその無声音っていう部分あるじゃないですか。はい、ありますね。めちゃめちゃ美しいなと思って。本当ですか。無声音も褒められました。嬉しいですね。さしすせそうの中にせがあるじゃないですか。はい、せ。せとせなんですけど、こういうせとがあるのかっていう。はい、本当に。本当に。せとさん。そう、このせのこの無声音ってこのね、喉触りながら喋るとわかると思うんですけど、さしすせそうとかこう喉が震えないところが無声音って言われているものなんです。でも関西の方ってそもそもみんな有声音って言いますよね。なんかさしすせそとかもさしすせそとか、関西の方は有声化しやすいっていう話を聞いたことあるからその関戸さんっていうこれが新鮮に聞こえたのはそういうことなんですかね。びっくりしました。本当ですか。いや嬉しいですね。背筋が重いです。もっとね有声化で出していった方が関戸さんいいかもしれないですけどそうですね。本当に素晴らしいなと思いました。というわけでお便り以上となります。今回もありがとうございました。これからも関と宮野が答えてくれますので、たくさん質問を送ってきてください。番組の感想も送ってくれると嬉しいです。宛先はこちらできっと出てるはず。概要欄の方にもアドレスがありますのでどしどし送ってきてください。よろしくお願いいたします。というわけでそろそろエンディングのお時間でございますが、今回はいかがでしたか、関。今日はそのフォーリーっていうものをちょっと大々的に皆さんにご紹介できて、ちょっとでも興味を持ってもらえたら嬉しいなと思っております。宮野はいかがでしたか。次回こそは新世でフォーリーちゃんとこうね楽しみですね。お見せできるように頑張りたいと思います。ぜひぜひお忙しいと思いますけどもよろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。今回はここまでとなります。見てくださっている皆さんからのお便りもどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは最後は合わせて挨拶しましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。せーの、さようなら。